こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ピラミッド拠点から1枚西の地図の湿地まで、レールを敷きました。随分と長いトロッコだったわね。アイテム消費量から計算したら全長 2.5 キロです。道理であんなに大変だったのか、なるほど、という気分です。レール敷く前に気づきなさいよ。さて、のんびり田舎暮らしをしている場合でもなくて、いずれ必要になるスライムボールを大量入手しなければなりません。あと火薬をごっそり集めたいのでクリーパーも夜の狩りのターゲットです。だいぶ暗くなってきたわね。緊張が走ります。なお月はかなり欠けてしまってます。ウィキによると満月の方がスライムは多く出現するそうなので、今宵はあまり期待できないかもしれません。まあでも今後のためにどの程度湧くのか調査は必要で、ちょうどいいです。さて田舎暮らしでの初戦はゾンビになりそうです。もっともドロップに意味がないモブよね。一応の食料にはなります。実のところ自分でもどちらの企画が金の食料縛りかうろ覚えですが、ステーキが目印です。じゃがいもをドロップしたわね。さすがドロップ増加3です。さて湿地は湧きやすく、そして見通しを良くしていかねばなりません。モブの隙を見計らって木を伐採し、水は土で埋めていきます。後々効いてくるはずよね。ウオウ保護色のゾンビはちょっと見分けづらいです。さてクリーパーは貴重な火薬を落とすので、剣で仕留めなければなりません。2発で倒せるならいちいち引かなくてもいいんじゃないの？慣れてきたらそうします。あと雲の糸は、地味にディスペンサーの材料です。弓を作らないとならないものね。さて、ようやく本命が湧いてくれました。やはり月が欠けると湧きにくいようです。ウオウもそう。大石ではエンダードラゴンを除くと最大級の敵対モブです。でかいの1匹で31個も取れました。スライムブロックにすると3ブロックと半分ね。さてあくる日です。思ったよりも夜間に戦いづらかったので、湿地の聖地を先に手掛けてしまいます。なお、粘土の採取だけは夜にやらないことにしました。この水に潜っての回収作業の時に、私に大きな隙ができてしまうんです。でも戦場の整地ばかりしていられなくて、早めに小麦畑を作らねば。土をまた集めます。収穫まで時間かかるし、干し草の俵を作るのに9倍の小麦が必要だものね。ちなみに土集めは簡単で、マウスをしっぱなしで移動するだけだったりします。ジャンプ操作もいるじゃないの。普通ならいらないはずなんです。さて、水の流れを利用して自動回収畑を作れればと思っていたのですが。まあテリーには作れないわね。いえ、ずっと昔にプレイしていた頃は食料をパンに頼っていたんです。なので中央から四方に水を流す形状、横幅広く段々畑にした形状を作ったことがあります。さて今回はというと、自分が食べる分量をはるかに超えた小麦栽培が必要なんですよね。あまり悠長に自動回収にこだわってる時間はありません。迷っているうちに夜になりました。昨晩より、月が若干大きいです。聖地の間にちょくちょく湧きを確認していると、ようやく湧きました。先にクリーパーから仕留めないと、水があると戦いづらいです。うおう。またバキって入ったわね。そもそもこんな乱戦は私に向いていないです。さて、湧いたスライムは結局1体でした。いっぱい沸かすにはまだ月のパワーが足りないようです。さてクワの作成に取り掛かったところです。やはりダイヤで作るべきか。いやでも世間体を考えてあえて鉄でしょうか。でも多分鉄のクワ1本では足りないんです。やはりダイヤでないと。何ごちゃごちゃ言っているのよ。まあ考えてみると、2つ前のバージョンのマイクラを未だにやっているので、今更世間体を考えていても仕方ないんです。というか、バージョン 1.10 早すぎです。
さっさと規格完遂しないからでしょ。そんなこと言われても。さて畑の方は最も単純な形で、水源一つで周囲を整地、自ら4メートルまでを耕します。これで 15×8 で120個の小麦が収穫できるというわけです。9で割ると13ブロックね。この広さでも大して干し草の俵が作れないわね。まあ最終的に羊毛は1万集めるので、畑にかかる時間はまだまだあるはずです。で、今宵の月は半月です。どうもマイクラは8日ごとに月が満ち欠けするらしく、明日は満月になるはずです。スライムが湧くのも早いかしら。1分後にはさらに2匹のスライムが、やっぱり全然脇が違うようです。その2分後には4匹目。さらに1分後には5匹目。未だにいちいち攻撃食らうのね。日が出てきた頃に6匹目、と大収穫の夜でした。さてここまでで、スライムボールは2スタック半集まっています。そしてここからが羊毛集め本番です。全頭大人になるまで待っていて、決して忘れていたわけではありません。と、早速計算外です。2つ以上羊毛が取れることあるんですね。ハサミが実装されたバージョンからやり直しなさいよ。そしてさらに計算外のことが、これだけいれば、羊毛を買った端から羊毛が生え変わってくれると思っていたのですが、もう羊実装前のバージョンからやり直さないとね。それ世に出る前のバージョンじゃないでしょうか。さて次の夜は満月です。真っ昼間から最大限湿地を湧きやすくしておきます。そして満月の夜がやってきました。もうあちらこちらにスライムが湧いて、超忙しい夜になるはずです。今向こうに湧いていたわよ。ちょっと遠いのでパスです。まあ案の定というか、やはり方々に湧き始めました。すぐ近くに2匹が湧いてくれたり、満月すごいです。やっぱり一撃は食らうのね。今度は近くに4匹固まっています。昨晩と比べても明らかに湧きがいいです。確かに多いわね。で、インベントリを開けに田舎暮らし拠点に戻ってきたところで、このスライムに畑を荒らされてしまいました。ジャンプするたびに荒らすわけね。すぐには畑荒らしを倒させてくれないようです。さてあくる日です。ハサミを使い慣れてないせいで少々罪悪感に苛まれました。そして羊毛が生え変わるまでの間に、スライムの爪痕の手直しです。最も爪に縁がなさそうな生物なのに。そういえば用意していた小麦がまだ余っていたんです。全部使い切ってしまいます。使い切ったら全部で62匹になるはずです。あと2匹増やさないとキリが良くないわね。さて生え変わりを待つ間に、畑は桑を押しっぱなしでも開墾できることに気づきました。スピードアップです。でも種は、押しっぱなしでは隙間ができてしまいます。なおこれは後で気づいたのですが、交代しながらだと隙間なく種まきできるようです。さて、2面目の畑を作ってアイテム整理をしているところでもう夜です。1日が過ぎるのが早く感じるのは充実している証拠でしょうか。実際時間が短いわよ。うらー。さて実は、まだ戦闘中のアイテムを厳選していなくて、戦っている間にどんどんインベントリが埋まってしまうんです。近いうちに、戦闘中の持参アイテムをじっくり厳選したいと思っているのですが、なかなか忙しくて暇が開かないありさまです。ちょっとーらー。あ、ハート減ってないので大丈夫です。やることはまた増えたけどね。さてそんなこんなの田舎暮らしが続き、赤い羊毛はだいぶ揃ってきました。ここまでのハサミの消費は一つです。そして取れた粘土の量はこんな感じです。
さて、夜が更けるまでの間に大急ぎで羊毛収穫しているところで、今回は色々あったので編集都合上ここまでです。収録はこの後もう一本、ゲームはピラミッド拠点に帰るところまで進めています。急に降ってきたわね。田舎暮らしですから。さて次回はメサでの赤い型焼き粘土採掘、ついでにネザー要塞でネザーレンガ採掘を行えればと思っています。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。